大切な人が突然全くの別人になって現れたらどうしますか。遡ること約19年前の2003年、アメリカオハイオ州のどかな休日、事件はとある一家の庭先で起こりました。一家の主人であるテッド・プリンスが息子たちと遊んでいる最中、突如として倒れたんです。呼吸困難になり緊急搬送されるテッドの治療を行った医師は深刻な顔で彼の妻に声をかけます。ご家族の方ですか。緊張した面持ちの妻に医師はテッドが一命を取り留めたことを伝えます。ああ、よかった、夫はもう大丈夫なんですね。涙を浮かべて夫の無事を喜ぶ妻。しかし医師の言葉はまだ終わっていませんでした。命に別状はありません。しかし彼は今後女性になるかもしれません。ある日突然体が女性になってしまった男、テッド・プリンス。彼はなぜ女性になってしまったのでしょうか。変化する体に苦しむテッドと妻を助けたのは偏見のない子供たちだったんです。おさす、宇宙旅行に行きたい。絶対にケンちゃんです。月に代わってお仕置きよ。やめてよもう。あなたセーラー何？セーラームーン。主人公取っちゃってんじゃない？なんでよ。私が言おうと思ってた。闇やみこです。だからさ、本日はですね、家族がある日突然別人になってしまったというね、事件を2つご紹介したいと思います。どういうこと？何？宇宙人かなんかで改造されたとかってこと？まだそっちの方がいいですし、そっちの方がいい？一回ストップしていいですか。なんかマジで今日物音すごいっすね。なんかいるんじゃないマジで。ふーって聞こえるわね。ふーじゃないですよ。ふーって聞こえるって音が聞こえるの。ガタって物音しないの。ちょっと見てきてよ。まあいいか。ガチで怖がってんじゃないの？どちらの話もですね、別人になったことで、その人自身や周りの人の人生も大きく変わっていってしまったのです。一つ目のお話は、最悪の結末を迎えてしまった家族の入れ替わり現象。ということでいつもやってる話とはね、別の意味でね、怖いなーって思ったんですけど、ネットの皆さん、もし自分の身にね、同じことが起こったとしたらどう思いますか？入れ替わった家族。一つ目の話は遡ること約100年前の1918年、フランスのパリが舞台。この町に住む一人の女性が急にいなくなった夫と娘を心配していました。家族を探しているのはマティルド・ムーラン夫人。夫と娘が誘拐されてしまったの。お願い、探してくださらない？しかしムーラン夫人に懇願された人物は静かに首を振りこう答えます。あなたの家族はちゃんと今も家にいますよ。しかしムーラン夫人は納得しません。あの二人は偽物よ。誘拐犯の仲間が家族になり変わって私を騙そうとしているの。必死になって訴えるムーラン夫人。しかし親戚にも友人にも誰もその言葉を信じる人はいません。なぜなら彼女はカプグラ症候群だったから。カプグラ症候群。その症候群のせいでムーラン夫人は家族を偽物だと思い込んでしまっていたんです。何それ？というわけで本日のメトラキはカプグラ症候群です。ドラで噛もうとしたのかカプグラ症候群とは1923年にフランスの精神科医ジョセフ・カプグラによって報告された病気。家族と恋人など身近な人物がそっくりな偽物と入れ替わっていると思い込む症状が現れるんです。他人が変装していると思い込むだけではなく、エイリアンやクローン、ロボットなどと入れ替わっていると思い込むパターンも。カプグラ症候群は一説には脳の損傷や認知障害によって身近な人間への親しみを感じなくなってしまうことから発症すると言われています。そのため家族などの身内が対象になるケースが多いんです。よく知っているのに親しみを感じないから余計違和感が増えていくってことよね。なるほどね。だから俺ヤミコさんという存在に違和感があったのかもしれないです。私は何者だと思ってるの？よく知ってるんですけど、めちゃくちゃ怖いこと言っていいですか？ヤミコって実は別人の回があるんです。何それ？嘘なんですけど。嘘かいみたいなことがあったら怖いですよね。1914年のある日、急に娘のことが認識できなくなったムーラン夫人は、目の前にいる娘は誘拐犯が置いていった替え玉だと言い出したんです。それどころかムーラン夫人は自分が行った行動でさえ自分の偽物が行っていると話したんです。私の偽物はひどいのよ。私を訪ねてきたお客さんを勝手に追い返しちゃうし、私が注文した商品を横取りしてしまうの。ムーラン夫人が偽物だと認識する人物はどんどん増えていき、彼女の世界は偽物で溢れていきました。一説にはムーラン夫人は周囲との関係がうまく築けておらず、愛されないのは相手が偽物だからと考えるようになったという意見もあるんです。不思議な話ね。私はみんなに愛されちゃってるからカプグラ症候群とは確かにもう無縁よね。大好き。実はね、この症状は珍しいものではなく、学会では数多くの症例が報告されている。そして中には取り返しのつかない不幸な結末を迎えてしまった例もあるんです。ロボットになった父親。
カップグラ症候群の問題は家族を家族になりすましている他人だと認識してしまうこと。つまり本人たちからすれば家の中に家族のふりをしている不審者がいることになるんです。しかもそれを誰かに訴えても妄想だと信じてもらえない状況。メトラの皆さんだったらどうしますか？逃げようとする人もいるでしょうし、不審者を排除しようとする人もいるでしょう。中には家族を不審に思った結果、とんでもない行動に出てしまったケースもあるんです。薄暗い部屋の中、一人の青年が床に座り込んで作業をしていた。あれ？おかしいな。なかなか開かない。首をかしげる青年。次の瞬間、彼は自身が開けようとしていた何かに向けて刃物を振りかざした。何やら硬いものを切り取る音が部屋に響きます。よし、取れた。これで探しやすくなったぞ。ぐちゃぐちゃと不快な音を立てながら作業を進める青年。そしてあるものを探し当てると嬉しそうに言った。ほら、やっぱりバッテリーはここにあったんだ。青年がバッテリーと呼んだそれは人間の脳みそ。青年の隣には頭を真っ二つにされた父親の亡骸が転がっていた。父親がロボットになってしまったと思い込んだ青年は頭の中にバッテリーがあるはずだと信じきっていたのだ。この話がね、どこまで本当なのかと分かりかねるんですけれども、実際にね、殺人事件や暴力事件のきっかけになっているものが過去にあったっていうのは事実なんです。実際にカップグラ症候群によって家族を偽物だと認識し、暴力を振るうようになったり殺害してしまったりといった例は確かにあると言います。認知症がきっかけになることもあるとされ、誰にでも起こりうるという意味でも恐ろしい病気なんです。メトラの皆さんの周りでもある日突然家族や友達がお前は誰だと言い出すことがあるかもしれません。辛いところってさ、発症した人自身も周りの人たちもどっちも辛いっていうことじゃない？そうなんですよ。早くね、研究が進んでね、何かしらの解決の糸口がつかめていけるといいですよね。そして続いて2つ目のお話をご紹介するんですが、1つ目のね、カップグラ症候群は家族が入れ替わったように感じてしまうお話なんですけど、2つ目はですね、なんと家族の外見が変わってしまうお話。パパがママに。2つ目の話は遡ることおよそ19年前の2003年、アメリカ・オハイオ州が舞台。休日を楽しく過ごしていた一家をあるハプニングが襲います。なんと庭で2人の息子と遊んでいた父親が突如倒れ、呼吸困難で緊急搬送されたんです。父親の名前はテッド・プリンス。迅速な治療の結果、テッドはなんとか最悪の事態を免れます。しかしプリンス一家の苦難はここでは終わりませんでした。テッドの治療を行った医師は検査結果を見て家族に衝撃的な事実を伝えるんです。テッドさんは今後体が女性になるかもしれません。医師がそう伝えたのは、テッドがクラインフェルター症候群という先天的な染色体異常症を持っていたからでした。またなんか急に聞き慣れない言葉出てきたわね。あまりね、取り沙汰されることのない病気なんで、ということでね、クラインフェルター症候群について詳しく見ていきたいと思います。クラインフェルター症候群は細胞の中にある染色体という遺伝子の塊に過不足があることで起こる病気です。本来男性は XY、女性は XX という染色体の組み合わせで生まれてきます。しかしクラインフェルター症候群の男女は XXY のように余分な X 染色体を持って生まれてくるんです。つまり男性ではあるものの女性になる染色体の組み合わせを潜在的に持っている状態。背が高く痩せ型で手足が長いという身体的特徴を持つ傾向があるんですが、見た目ではほとんどわかりません。なるほどね。見た目ではほとんどわかんないって言うけど、意外とよくある病気だったりするのかしら。クラインフェルター症候群のね、男児が生まれる割合っていうのは、1000人または500人に1人とされてるんですよ。500から1000人に1人。そうなんです。なので染色体異常のね、病気の中ではね、割合としては多い病気なんです。多いですね。クラインフェルター症候群は男性不妊の治療の検査で発覚することが多いといいます。しかしテッドは生殖機能に問題もなく検査も受けていませんでした。体にも特に異常がなかったので、これまではクラインフェルター症候群だと気づかずに生きてきたんです。ではなぜ今になって急にテッドの体が女性のようになってしまったというのでしょうか。その理由はテッドが倒れた原因にありました。テッドが呼吸困難に陥った原因、それはスズメバチによるアナフィラキシーショック。アナフィラキシーショックとは、体内に異物が侵入した際に起こる過剰なアレルギー反応のこと。右胸をスズメバチに刺されたテッドはアナフィラキシーショックを起こした結果、呼吸困難に陥っていたんです。そしてこのアナフィラキシーショックの治療がテッドの体の変化に関係していました。8で起こる死亡事故ってさ、毒が原因じゃなくてアナフィラキシーショックが原因なのよね。そうなんです。命にもね、関わるので、ね、治療も急を要するんです。急いで治療を行った結果の影響がテッドのね、体にも変化を及ぼしていくんです。病院に運ばれたテッドは治
療のために大量のステロイドホルモンを投与されました。ステロイドホルモンには体の炎症を抑えたり免疫力を抑制したりする働きがあり、アナフィラキシーショックの治療には頻繁に使用されるんです。しかしステロイドホルモンは効果が高い反面、副作用のある薬品、性別の特徴を司るホルモンバランスを大きく変えてしまうことがあるんです。テッドはクラインフェルター症候群だったこともあり、ステロイドホルモンによるホルモンバランスの変化で体が女性的になってしまう可能性があったんです。愛する夫が女性になるかもしれないという知らせに妻のルネはショックを受けていました。そして一緒に説明を聞いていたテッドはなんと喜んでいたんです。どういうこと？実はテッドには秘密があったんです。テッドの選択。テッドが蜂に刺されてから2年後の2005年、彼の体つきはすっかり女性らしいものになっていました。みるみるうちに成長したテッドの胸はこの頃には B カップに。そうやって大きく変化していく自身の体にテッドは複雑な感情を抱いていました。いつの間にか本当に女性みたいになってしまったな。それは正直嬉しいけど、この姿で男として生きていくのはどうなんだ。徐々に女性らしくなっていく自分を見ながら、テッドは自分が男性であることに違和感を覚え始めるんです。一方、妻のルネもテッドの変化に不安を覚えていました。テッドはどうなってしまうのかしら。自分が愛した男性がだんだんと女性になっていく現実。医師から女性になるかもしれないと告げられた時のテッドの予期せぬ反応。ルネは日々変わっていくテッドのことを受け入れられずに苦しんでいたんです。そしてついには離婚を視野に入れる出来事が起こってしまうんです。心臓の音が聞こえそうなほど緊張しながらテッドは家族がいる部屋のドアを開けた。音に反応してこちらを向いたルネと目が合う。ルネの目が大きく見開かれ、ショックを受けているのが分かった。テッド、その格好で子供たちの前に出ないでって約束したじゃない。テッドが身につけているのは女性ものの洋服。テッドは体に変化が訪れる以前から女装が趣味だったのだ。そして彼は自分が本当に女性のようになっていくことを密かに喜んでいた。この数年自分が男性であることにさえ疑問を覚えていたテッド。そんなもやのかかったような思いを晴らすべく、この日彼は子供たちの前で願望のままの姿を見せることにしたのだ。パパ？そうだよ。できれば本当の自分を受け入れてほしい。しかし価値観を強制することはできない。息子に拒絶される恐怖と戦いながら笑いかけると、息子はテッドに近づいてきた。一緒に遊ぼう。何もなかったかのようにテッドの手を引いて遊び始める息子たち。その様子を見てテッドは心の底から安堵した。しかし子供たちと遊び始めたテッドは気がついていなかった。自分たちを見るルネが絶望していることに。ちょっとテッド気づいてほしい。ルネさん今にも倒れそうよ。そうなんです。子供たちと違ってルネはですね、うんテッドの変化をそう簡単に受け入れられなかったんです。テッドはこの日を境に女性として生きることを決意しました。そして蜂に刺されてから4年後の2007年、テッドは名前をクロエと改名。ついに女性の名前まで名乗るようになったんです。ルネはテッドの趣味が女装だということも受け入れた上で彼との結婚を選びました。しかし女性の格好をすることと女性になることは大きく違うんです。このまま女性になっていくテッドと夫婦でいるの。でもまだ小さい子供たちのことを考えると簡単に離婚もできない。女性として生活し始めるテッドをルネは受け入れられずにいました。ルネさんまだ悩んでるのに大丈夫なの？テッド解明しちゃったわけでしょ？大丈夫？心配ですよね。うんですがね、この後ね、ルネの心に大きな変化を及ぼす出来事が起こるんです。その年の5月13日、長男ローガンがルネにあるものを手渡しました。お母さん、いつもありがとう。手渡されたのは母の日を祝う言葉が書かれたメッセージカード。息子の優しさに嬉しくなったルネは笑顔でお礼を言いますが、なぜかローガンの手にはもう1枚カードが握られています。ローガンが向かった先には女性の服を着たテッドの姿が。これはお母さん、いつもありがとう。なんとローガンはテッドのことも母として扱い、母の日のカードを送ったんです。女性になってしまった父親の変化に偏見を持たずに向き合う息子。その視線の先にいたのは変わらず家族に優しいテッドでした。そうやって息子とテッドが笑い合う姿を見た途端、妻ルネの中で何かが変わったんです。どんな姿をしていてもテッドはテッドなのね。テッドの見た目が変わっても服装が変わっても家族が思い合っている絆に変わりはありません。そんな家族の絆に気づいたこの日からルネはテッドの変化を受け入れられるようになったんです。こうして女性として生きることを家族に受け入れられたテッド。彼は翌年の2008年性別適合手術を受けました。そして蜂に刺されてから9年が経った2012年、テッドとルネは離婚。いやうまくいってんじゃなかったの？うまくいってるんです。だからこそ2人は離婚したんです。テッドとルネが離婚したのはテッドが戸籍上も女性になるためでした。二人の間にはもうすでに恋愛感情はなく、テッドには男性の恋人がいるんです。それでも現在も愛する息子を育てるためにルネと共同生活を送っているんです。現在のテッドは自分と同じように性の不一致で悩む人のためのカウンセラーとして整形外科で働いています。家族や親しい人との関係には様々な名前がつくんですが、本当に大事なのは肩書きだけではなく、相手と過ごした時間や相手への思いなのだと僕は思います。